こんばんは。レイムよ。マリサだぜ。今回から解説していくのは、著作権についての歴史を話していこうと思っているのだけど、題材が題材なので数回にわたって解説することになるわ。話を聞く方もとんでもなく重労働になりそうだな。これ。まあ、そんなことは言わずに、できる範囲で聞いてもらえれば嬉しいわ。わかったんだぜ。納得はしないな。とにかく、今から解説を始めましょう。ほい。今回の動画で解説するところは、著作権という概念ができ始めたことについて、話していこうと思っているわ。著作権って自然とできたというか、もともと存在していたもの、じゃないのか？いいえ、違うわね。マリサ。確かに著作物の元となる作品自体は、紀元前の世界にも存在していたほど、古くからあるものと言えるのだけど、著作権ということが叫ばれ始めたのは、ずっと後の中世に入った後なのよ。おいおい、1000年以上開きがあるじゃないか。その間はどうなっていたんだ？まあ、著作権の保護なんてないから、著作権の侵害をし放題で、複製が多く出回った。と言いたいところだけど、実際は、古代においては印刷技術なんてないので、人が作品のある場所に直接出向き、自分の手だけで模写をするとかして書き写す必要があったから、コストとそれにかかる労力から見て、無断コピーが出回ることは少なかったみたいね。へえ、印刷技術があるのと、ないのとで、そんなに差があるんだな。それからどうなったんだぜ？15世紀に印刷技術が開発されると、文書の複製が安価、かつ大量にできるようになったの。それによって、大量のコピー品が出回るようになり、著作権の保護をする必要性が出てきたのよ。なるほどなんだぜ。著作権の保護が行われるには、大量のコピー品が出回るという条件があったんだな。そうね。そういえば、コピーというと、コピー用紙というものが思い浮かぶけど、その時代はどんな紙を使ってたんだ？すごくいい質問ね。マリサ。この時代の紙は現在のように大量生産ができる紙ではなく、手すきで作られた紙だったのよ。もちろんこの方法では大量生産なんて製紙工場を多く作らないと難しいから、印刷技術の発展による紙の需要に合わせることができなかったみたいね。となると、大量生産はできなかったのか？このすぐ後に、大量に紙を生産するため、水車を動力源にした石臼で自動的に植物の繊維を砕くスタンパーと呼ばれるものや、連続的に紙をすくことができる機械も開発されるようになったわね。かなり、色々なことをしているんだな。これ以上話すと、この解説の趣旨から外れてしまうからここまでにしとく、けど、紙の製法については、楽譜のことと関連があるので、後々に解説動画でも上げようとは思っているわ。わかったんだぜ。話を続けてくれ。最初に著作権についての法律ができたのは、1709年に制定された安法だと言われているわ。それはどんなものなんだ？この法律は制定されている当時の君主が安城王だったことから、安法と呼ばれているのだけど、正式名称はとても長いものになっているわ。うへえ。こんなに長い名前で、しかも英語か。読めるわけがないんだぜ。この法律ができる前に関しては、書籍出版業組合という組織が、出版されていた本の管理をし、本が売れた時の利益を得ていたのだけど、
この法律によって、制定された時点で出版されているすべての作品に対し、21年間の期間を、それ以降に印刷される作品には14年間の期間の印刷の権利を著作者に与えた。という状態になったみたいね。書籍出版業連合ってなんだ？ああ、そのことについて説明を忘れていたわね。マリサ。書籍出版業連合とは、イギリスの出版業者を取りまとめているギルドの一つだったんだけど、君主からの勅許をもらってからは、そこの団体の組合員以外は、本の出版ができないなどの強い独占権と、国からの保護を受けていたようね。もしかして、書籍出版連合は、著作者のための組織ではない感じなのか？なんか霊夢の説明している感じだと、そんな気がしてさ。確かにそう言えるわね。著作者にとってはギルドに所属しないと本の発行ができないってことだから。自由に本を発行して表現を行うことはできないし、利益もギルドに売ったら、もうそれで利益を得ることはできなかったそうだからね。なかなか厳しいな、それ。だから、案法は著作者本人が、著作権の保護や財産権の主張を行うことができるようになった初めての法律として、とても重要なものになっているわ。なるほどなんだぜ。今回の解説は、キリが良いのでここまでにしておくわね。次の回はもっと時代が進んだ時のお話になるから、よくよく聞いてくださると嬉しいわね。それでは、さようなら。さよならだぜ。ご視聴いただき誠にありがとうだみょん。動画を見ていただいてよかったと思ってくださいましたら、いいねかチャンネル登録をしてくださるとありがたいみょん。今後とも、ゆっくり音楽チャンネルをお願いするみょん。